ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、ポケモンファンから詐欺だと非難されて大炎上しているゲーム、ピックモスの話題についてよ。現在、数週間にわたって激しい非難を浴びていたこのゲームに対して、ついにパブリッシャーであるネットワーク号が介入し、まずはパソコンゲームのプラットフォームである Steam のページを削除するという大きな騒動に発展しているの。今日はピックモスがどのようなゲームから要素をパクったと疑われているのか、そしてファンアートの盗用疑惑やネットの厳しい反応、パブリッシャーの対応から今後の展望について徹底的に解説していくよ。詐欺って言われとると？そりゃあ穏やかやないね。パクリってまたどっかの会社がしょうもないことしでかしたんやね。だいたい世界中で愛されとるポケモンばパクるとか、世界中のファンを敵に回すようなもんやん。命知らずにも程があるっちゃけど。で、その、Steam のページが削除されたってことは、もう逃げ隠れできんようになったってことね。本当にその通りだよ。この、ピックモスを開発しているのは、ポケットゲームという開発元なんだけど、この開発元を支援している企業が、事態を重く見たの。プレイヤーたちが、Steam ページが見当たらないということに気づいたのを受けて、公式 X アカウントである、ピックモス X で釈明を行ったんだよ。ほうほう、こっそりページば消して逃げようとしたけど、プレイヤーにバレて慌てて釈明したってわけね。ダサか。で、その釈明のメッセージってどんな内容やったと？そのメッセージはとても明確だったの。ネットワーク号がポケットゲームの開発に正式に介入しましたというものだったんだよ。ネットワーク号っていうのは、このゲームのパブリッシャー、つまり販売や宣伝を担当する企業のことだよ。つまり、開発会社がやらかしすぎて大炎上した件。とうとう、販売元の親玉がブチ切れて、直接手を出してきたってことやね。親が出てきて、子供の尻拭いばさせられとるみたいで、本当にみっともなかね。葵ったら、またそんなに毒舌なんだから。でも、葵の言う通り、事態は深刻なの。ネットワーク号は、ピックモスの開発を、プレイヤーの視点から監督すると述べているんだよ。そして、後日発表された記事で概説されているんだけど、その最大の目的は、このゲームがポケモンの影響を強く受けているということをめぐって、ここ1ヶ月間、ゲームに関する議論のほとんどを悩ませてきた大きな論争から距離を置くことなの。そりゃあ、論争の的になっとるままじゃ、まともにゲームとして売れるわけなかもんね。で、どうやって、そのパクリ論争から距離ば置くと？まさか、たまたま似てただけですなんてふざけた言い訳せんよね。ピックモスのアカウントからのメッセージには、論争のないゲーム体験を保証するため、ゲームを改定中ですと、はっきりと書かれていたの。そして、パブリッシャーの最終承認が得られ次第、再リリースいたしますとのことだよ。改定って、つまり、パクリば認めて、一から作り直すってことやん。最初からオリジナルで勝負できんかったと？ほんと、情けなか話しばい。そもそも、いつから、そんなに議論になっとったと？実はね、ピックモスに関する議論は3月初旬にはもう活発化していたの。プレイヤーたちが開発元のポケットゲームがポケモンだけじゃなくて、なんと、ゼルダの伝説やオーバーウォッチ、さらにはサバイバルクラフトとクリーチャー収集を組み合わせたパルワールドといった他の様々なゲームからも要素を拝借していると非難し始めたんだよ。はぁ？ポケモンだけやのうて、ゼルダにオーバーウォッチ、パルワールドまで。節操なかね。人気ゲームの要素ば手当たり次第に寄せ集めたら面白いもんができるって浅はかすぎる考えやん。まるで冷蔵庫の残り物ば全部鍋にぶち込んだみたいな味の保証が全くない闇鍋ゲームやね。葵の例え、すごくわかりやすくて鋭いよ。ちなみにね、このゲーム、当初はピックモンという名前で発表されていたの。でも、批判を受けて後になってから N が S に変更されてピックモスになったんだよ。ピックモンって、もう名前の響きからして完全にアウトやん。N を S に変えたくらいでごまかせると思っとるのが腹立つくらいズうずうしかね。視聴者の言葉バカにしとると？そう言われても仕方ないようなわずかな名称変更だよね。このゲームは PC、プレイステーション、ニンテンドースイッチ向けに近日発売される予定だったの。でも、批判があまりにも大きくて、Steam のページが少なくとも一時的に閉鎖されてしまった現在、ピックモスがいつ、どこで発売されるのか、また改定されて、どのようなゲームになるのかは、全くの不明になっているんだよ。そりゃそうやろ。そんなパクリ疑惑だらけの得体の知れんゲーム、どのプラットフォームも自分のところで出したくなかろうもん。で、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価を押してね。チャンネル登録してくれんと、うち、すねるけんね。
高評価も絶対に忘れんでよ。ポチッとよろしく頼むばい。それじゃあ、本題に戻るよ。実は、ピックモスは、他の人気ゲームの要素を拝借しただけじゃなくて、明確な盗作だと考えられる行為でも、非難を浴びているの。まだあると？どんだけ底なし沼なん、このゲーム。今度は、一体何を盗んだと？問題になっているデザインはね、X ユーザーの、@LP ヘイク013が作成した作品なの。それは、ポケモンのメガニウムがメガ進化した別のバージョンを描いたコンセプトアートなんだよ。こういったファンが自分で考えてデザインした架空のポケモンはフェイクモンって呼ばれているんだけど、ピックモスはそのデザインを盗用しているように見えるの。このゲームはファンがデザインした架空のポケモンであるフェイクモンのデザインを盗用しているようにも見えるって記事でも指摘されているんだよ。はぁ？企業のゲームや他のゲームのシステムだけじゃなくて一般のファンが一生懸命描いたイラストまでパクっとると。それはクリエイターとして一番やっちゃいかんやつやん。リスペクトのかけらもなかね。本当に呆れて言葉も出んばい。それで、その盗作疑惑について会社側はどう対応しとると？ピックモスがリワーク、つまりゲームの改訂に関する投稿をしたんだけど、そのコメント欄である人がピックモスが盗用したとされるフェイクモンの一つの画像を添えて、この盗用されたアートについてパブリッシャーから回答は得られるのでしょうか？と、鋭い質問をしたの。当然の疑問やね。で、パブリッシャーはどう答えとると？まさか無視して逃げとらんやろね。ネットワーク号の編集者は、こんにちは、出版社の編集者です。現在、情報収集を行っていますと、疑惑について述べて返信したの。そして、@LP ヘイク01に積極的に連絡を取っていく予定ですと答えたんだよ。だから、ピックモスのアカウントは、現在情報収集中であると返信した状態なの。情報収集って、画像ば横に並べて見比べたら一目瞭然やろうに。まあ、本人に連絡ば取ろうとしとるだけ、だんまりを決め込むよりはまだマシかもしれんけど、対応が後手後手すぎる気がするっちゃけど。今のところ、どうやって論争を回避するつもりなん？今のところ、ピックモスが今後の論争を回避するためにどのように進化していくのかは不明なんだよ。多くの人が冗談だと思うくらい、クリーチャーのデザインが任天堂の古典的なゲームに酷似しているからね。ピックモスは発表以来、ポケモンの完全なパクリだと非難されてきたの。そりゃ、冗談か、たちの悪いパロディかと思うレベルやろうね。多くの人が、ピックモスは、パルワールドとポケモンの類似点を誇示していると考えていたの。でも、パブリッシャーであるネットワーク号は、この論争を快く思っていないようだね。だからこそ、このモンスター調教ゲームのクローンであるピックモスは、スチームから削除された後、論争のないリメイク版を作りたいと主張しているんだよ。サバイバルクラフトとクリーチャー収集って、もう、それ完全にパルワールドのシステムやんね。それに、ポケモンの側ば被せとるだけって、誰でも気づくばい。先週はじめ、開発元のポケットゲームは、サバイバルクラフトとクリーチャー収集を組み合わせたゲームの名称を、ピックモンからピックモスに変更すると発表したんだけど、わずかな名称変更とはいえ、このゲームは、ポケモンやパルワールドと非常によく似ていたの。そして、ポケモンと一見クローンゲームに見えるパルワールドとの間で法廷闘争が繰り広げられたこともあって、ピックモスは発売当初から激しい批判を浴びることになったんだよ。タイミングも最悪やね。本家とパルワールドがバチバチやり合っとるデリケートな時期に、さらに質の悪いパクリゲームば出そうとするなんて、火に油ば注ぐようなもんやん。自ら地雷原に突っ込んどるようなもんやね。批判があまりにも大きかったため、パブリッシャーのネットワーク号は、ピックモスをスチームから完全に削除することを決定して、開発に積極的に関与していくことを発表したの。スチームストアページの削除に関するフィードバックを拝見し、状況を明確にしたいと思いますと、パブリッシャーは述べているよ。そして、先でも述べたけど、ネットワーク号は、ピックモスの開発に正式に介入しました。プレイヤーの視点からポケットゲームチームを監督し、ゲームが継続的に改善されるようにしますと宣言したの。まあ、そうするしかなかったんやろうね。で、ピックモス側はなんて言っとると？ピックモスは4月16日、X への投稿で、これについてさらに触れて、物議を醸すことのないゲーム体験を保証するために、ゲームを改訂している。パブリッシャーの最終承認が得られ次第、再リリースする予定だと述べたんだよ。何回も論争のないとか物議を醸すことのないって言い訳がましかね。そんなに言うなら最初からちゃんと自分たちで頭ば使ってオリジナルゲームば作ればよかったとに。ネットの反応はどうなっとると？ネットユーザーからの反応もかなり厳しいものばかりだよ。
他のコメントの中には、ピックモスを非難して、プロジェクトを完全に削除すべきだと主張するものもあったの。Steam でのゲームに関する一般的な議論も決して好意的なものではなくて、多くの人がこのゲームにはオリジナリティがなく、盗用されたコンセプトばかりだと述べているんだよ。そりゃそうやろ。オリジナリティの尾の地もなかゲームバイ。他にどんな具体的なコメントがあったと？例えばね、Steam のディスカッションで、あるユーザーはこんな風にコメントしているの。少なくとも、パルズの大部分は、それぞれ、独自の存在に見えたが、エジプト神風のルカリオ、草タイプのエースバーン、その他数匹を除いては、これらは、パルズやポケモンの地域限定版のように見える。で、エジプト神風のルカリオに、草タイプのエースバーン？もう隠す気ゼロやん。地域限定版みたいって、最高の皮肉やね。パルワールドは、まだ、独自のゲームとしての要素があったけど、こっちは、ただの色違いかご当地バージョンレベルってことやん。開発者は恥ずかしくなかとかな。本当に辛辣な意見だよね。今後のことなんだけど、任天堂のポケモン風バトル特許は却下されたものの、両ゲームの類似性から、任天堂がピックモスを提訴する可能性は十分にあると言われているの。やっぱそうなるよね。任天堂の法務部は甘くなかけんね。本気で怒らせたら、ゲームの改定どころの話じゃ済まんばい。だから、ポケットゲームがゲームを全面的に作り直して、新たなデザインを採用するか、あるいは全く異なる方向性を打ち出すことを願うばかりだよ。でも、ゲーマーからのこれだけ否定的な反応や露骨なデザインの模倣は、ピックモスの終焉を始まる前に決定づけてしまったのかもしれないの。自業自得としか言いようがなかね。クリエイターとしてのプライドが少しでもあったら、こんなお粗末なことにはならんかったはずばい。一から出直してこいって話やね。ということで、今日はポケモンのパクリ疑惑で炎上し、ファンアートの盗用まで発覚して、Steam から削除されたピックモスという話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。